前振りでカービングうまくいかない人、大体これできてないよと。うまくいってる方の前振りのパターンは、前に振ってもカービングうまくいかない人って大体この一番初歩の段階ができないんですよ。なんで難しいかっていうと、めちゃめちゃ前後に動けちゃうんですよ。多くの方がこんな感じの姿勢で滑ってるかなと。カービングイコール前足を伸ばすんだって思ってる人は、なんかこういう姿勢で乗ってる人とかもいますけど、これは全然乗れてないです。はい、今日はですね、前振りでカービングうまくいかない人、大体これできてないよというのをね、解説していきたいと思います。というのもね、コメントでめちゃめちゃ多いんですよね。前振りなんですけど、速度上がるとエッジ抜けちゃいますとか、前振りなんですけど、板なかなか立てれないですとか、で、なかなか上達しませんみたいなコメントめちゃめちゃ多いんですよ。カービングって実際、ダックだろうが、前振りだろうが、スキーだろうが、スノースクートだろうが、本質っていうのはそんな変わんないと思うんですよ。重心をターンの内側に入れていくと。で、板を立てていくと。そういうね、本質的な部分っていうのはほとんど一緒なんですが、セッティングが変わると気をつけなきゃいけない点とか、使う関節、使う筋肉っていうのがだいぶ変わってくるので、その辺のね、注意点はあるかなと思います。で、正直、前振りでカービングって結構僕はむずいと思いますね。じゃあね、一旦、できてる人の滑りとできてない人の滑りっていうのをやっていきたいと思います。一応今セッティングは前24、後ろ3ですね。内側に3入れてるみたいな感じでセッティングしてきました。はい。じゃあ一旦ね、滑っていきたいと思います。じゃあまずは前振りでもうまく滑れる人の滑り方やっていきますね。はい。僕そんなうまくないですけどね。はい、今のが、前振りにしてもうまく滑ってる人のパターンですね。はい。じゃあ逆に、前振りでうまくいってない人の大多数の滑りやっていきますね。こんな感じのがよく見ますね。あんな感じの人をよく見ます。で、今の前半と後半、うまくいってる方とうまくいってない方、何が違うのかっていうのを説明していくと、うまくいってる方の前振りのパターンは、前に振っても、前に突っ込まないんですよ。前に振ってて、膝とかつま先前向いてて、お尻とか後ろ向くじゃないですか。この状態でも、この前後の移動っていうのがそんなになく、重心、溝落ちあたりがセンターポジションをキープできていると。はい。で、このキープできた状態で、垂直方向に動けている人。はい。このセンターポジションをキープした状態で進行方向、板に対して垂直方向に動けている人っていうのは、前振りでもちゃんとで切れていきますよという感じですね。はい、僕がね、カービングの初歩っていう動画で一番最初に説明していることなんですが、前振りでカービングうまくいかない人って大体この一番初歩の段階ができてないんですよ。はい、板を立てるとかトーションとかっていうのはもうだいぶ後の話で、カービングの最初の最初ってちゃんと重心がセンターに乗れているかとか、垂直方向にちゃんと動けているのか、斜め前に行ったりとかねじれながら入ったりとかしないでカービングのね姿勢に入っていけるのかっていうのが超重要なんですよ。で、前振りってなんで難しいかっていうと、めちゃめちゃ前後に動けちゃうんですよ。足首も膝も前向いてるし、関節を曲げれば勝手に前に突っ込んだりとか、伸ばせば後ろに行ったりとかっていう、この前後の動きがめちゃめちゃ出しやすい代わりにセンターポジションをキープするのが難しいんですよ。なので、がっつりね前に振ってる人でうまくいってない人っていうのはそもそもいいポジション乗れてないから何やってもうまくいかないっていうのがありますね。で、具体的に言うと、やっぱ前足に超乗ってるみたいな人が多いですね。後ろ足すぎるとか、こういうパターンも多いですけど、ほとんどの方がこう乗っちゃってるかなと思います。はい、前に乗りすぎてるという感じですね。でね、これを自分の感覚で修正するのってめちゃめちゃ難しいんで、センターポジション分かんないよとか、この前後のポジション不安定になっちゃうよっていう方は、そもそもあんま踏んない方がいいと思います。
これ振れば振るほどね、いっぱい動けるようになりますし、角度を完全ダックに近づけるほど、この角度を小さくしていくほど、この前後の動きっていうのは制限がかかるので、あんまり動けない代わりに、逆にセンターポジションには勝手に乗れるという感じなんですよ。まずはとにもかくにもいいポジションに乗り続けるということですね。じゃあ次はね、ちょっとセンターポジションしっかりキープして滑っていきたいと思います。はい、センターポジションね。これだと前すぎるし、多くの方がこんな感じの姿勢で滑ってるかなと思います。前振りでね、低い姿勢作ろうと思ったら、どうしてもこういうね、前に突っ込んだ姿勢になっちゃいますからね。なので多少ね、こう前足を伸ばしていく姿勢にはなりますよね。はい、多少ですけどね。カービングイコール前足を伸ばすんだって思ってる人は、なんかこういう姿勢で乗ってる人とかもいますけど、これは全然乗れてないです。前足の角度24とかそのぐらいだったらマックスまで伸ばすことはないかなと思います。でセンターポジションね、乗れてない人の特徴としては、こういうね、地形入ったりとか、こういうギャップでジャンプしたりっていうのが苦手なパターン多いですね。上下の運動に弱いということですよね。前振りにしてるってそもそもキッカー飛んだりとか地形で遊んだりとかする人が少ないと思いますが、確認でね、いろいろこういう地形とか入ってみるといいと思いますね。前振りでカービングできている人っていうのは、キッカーもね、ある程度ちゃんとストレートジャンプとか飛べるし、地形とかもね遊べると思うので、ポジションのね確認でキッカーとかね飛んでみるのもありだと思います。でかいキッカーとかね回したりする必要はないので、せめてねこの3メートルぐらいのキッカーを綺麗にね止めるぐらいの安定感は欲しいかなと思います。まずこれですね、ちゃんと前振りにしてる人、センターポジション乗れてますかというところですね。はい、で、多分ねこの話すると、どうしたらセンターポジション乗れますかっていう話になると思うんですけど、前振りにすると頼りになるものがないんで、正直感覚で身につけていくしかないっていうのが正直なところだと思います。要はダックだと前に行き過ぎると、この辺の関節でこうストップがかけられて、そんな前に行けないんですよ。前に行ったとしても分かるっていうのが、ダックスタンスですね。でも前振りの人っていくらでもこう前に行けちゃうし、後ろにも行けちゃうので、なかなか頼りになるものがない。僕だったらね、こんなもんでセンター乗れてるかなっていうのはあるんですが、それはね人によっても違うし、セッティングによっても変わってくるので、前に振ってる方はもうそれぞれが見つけていくしかないっていう、センターに乗れてる感覚っていうのを養っていくしかないということですね。でさっきね3メーターぐらいのキッカー飛びましたけども、最低限やっぱあのぐらいは安定して飛べないと、カービングの方がもっと強い G がかかるので、正直厳しいかなと思います。やっぱ前振りでカービング上手い人ってストレートジャンプぐらいはやっぱ綺麗に飛べたりするので、キッカー飛ぶとね前突っ込んじゃうとかまくられちゃうとかね、そういう感じだと、そもそもカービング厳しいかなというのはありますね。頑張って感覚を磨いていくか、僕だったら一旦ダックスタンスにしてセンターにね乗れている感覚っていうのを身につけてから、徐々に前にしていくかなと思います。まず1個目の前振りでカービングうまくいかない人の特徴っていうのは、センターポジションに乗れてないということですね。で次の前振りの人でカービングうまくいかない人のあるある上げていくと、センターポジションには乗れているんだけど垂直方向に動けない人ですね。重心を板に対して進行方向に対して垂直方向に動けないので、うまく板が立てれなかったりとかバランス取れないっていう方は結構見ますね。これもダックだとおへそが向いてる方向に重心を動かしていけば、それで垂直方向に乗れるんですよ。ヒールだったらお尻が向いてる方向に動いていけば、それでね垂直方向に動けるので目安になるものがあるんですよね。けど前振りにしてると
お尻って後ろ向いてるわけじゃないですか。でしかも完全に後ろ向いてるわけでもなく、斜め後ろに向いてるみたいな感じだと思うんですよ。完全にこう後ろ向いてるっていうよりは、こんな感じ、斜め後ろ向いてるみたいな、こういう感じですよね。でこの状態でまず垂直方向どっちなのかっていうのがめちゃめちゃ分かりづらいんですよ。これね、前振りにしてる人に何回かアドバイスしたことあるんですけど、垂直方向こっちですよっていうのを伝えても、やっぱ滑り始めるとその感覚っていうのはどっか行っちゃうので、ヒールサイドだったらこう斜め前に突っ込みながら入っていくような形で重心移動しちゃうんですよね。止まってる時はね、なんとなく垂直がこっちだよっていうのは分かるんですが、これがいざ滑り出しちゃうと、その感覚が垂直がどっちなのかっていうのが急に分かんなくなっちゃって、で感覚でいくとこう前に突っ込んでるような感じで入っていっちゃうというのがありますね。ちょっと一旦それやってみますか。はい、これ垂直方向にしっかり動ければ切れていくんですよ。でもめちゃめちゃむずいと思いますね。で僕の感覚で言うと、トゥーだったら普通にいけるんですけど、ヒールサイドの時は斜め後ろに動かしていくみたいな感じでいかないと垂直に入れてないなっていうのはありますね。自分の感覚で垂直方向に動かしていくと、なんかこうちょっと前に突っ込んだ形になっちゃう。自分の感覚でいくと斜め前にこう動かしちゃいますね。これがね、前振りの難しいところなんですよね。トゥー側だったら、シンプルにいけるんですよ。垂直方向動けるんですよ。なんですが、ヒールサイドで垂直方向に動こうと思うと、ちょっとこう後ろに下がりながら動いてあげないと、実際には垂直に動けてないのかなっていうのがあるので、そこで自分の感覚と実際に起きている状態のミスマッチっていうのが生まれて、前に突っ込んでるつもりはないんだけど、傍から見るとずっと前に突っ込んでる状態になっているという感じですね。前振りでカービング切っていけない人、大体これですね。センターポジション乗れててもみんなこうヒールサイドは斜め前に突っ込んでいくんで、テールがガガってなってずれちゃうみたいなね。大半これかなと思います。前振りでうまくいかない人、斜め前に行っちゃうか、あとはこうねじりながら入っていっちゃう人とかも結構そうですね。シンプルに前振りでもね、こっちに動ければいいんですが、こういう感じで入っていっちゃうと、これもズレにつながっていくかなと思います。ちょっとそのパターンやってみるか。垂直方向に行けないでこうねじりながら入っていっちゃう人、これもテールずれちゃうんですよね。上から行くとこうねじりながらここ入っちゃう。これもよく見るかなと思います。これはダックにしてる人も見ますけど、どうしてもこういう風に入りたくなっちゃうのかなっていうのはなんとなく分かりますね。なんですが、板に対して垂直方向に動いていかないと、今のは前に突っ込んだのでああなるという感じですね。これが結構むずい。本当に緩斜面とかあったらね分かるんだけど、速度が上がってきたりとか斜面が急とかになってきたりすると難しいですね、やっぱ。これが分かってくればね、前振りでも切れるんですが、これは結構練習しないと難しいかも。
多分ほとんどの人がこれが垂直方向だろうなって思ってる方向に動くと斜め前に突っ込んでるっていうのが、前振りのヒールサイドかなと思います。今セッティングね、前15後ろマイナス6に変えてきました。ちょいダックみたいな感じ。そうするとね、センターポジションもう何も考えなくても乗れてるなっていう感じしますね。キッカーとかもね、格段に飛びやすくなりましたと。で、正直僕の場合は前振りもね、このぐらいで収めてあげた方が逆に切れるかなっていうのはありますね。やっぱこのぐらいダックの方がむしろ切れますね、僕の場合は。はい、今ね、セッティング前15、後ろマイナス6にして滑っていきましたけども、やっぱね、このぐらいのスタンスの方が、センターポジションは自動的に乗りやすいなという感じですかね。前に乗りすぎると、この辺で可動域の限界があるんで、わかるんですよね。前乗ってるな、みたいな。なのでそんな、前にも突っ込めないし後ろにも突っ込めないみたいな感じなので、このぐらいのスタンスの方がポジションのことを意識しなくても乗れるかなと思います。はい。で、その動いていく方向もシンプルにお尻の方向に行けば、背中の方向に動いていけば板に対して垂直方向に動けるので、自分の感覚通りに動いてもいいとこに動けるという感じですかね。パークとかやんないから完全ダックにする必要もないよと、ゆくゆくはしっかり前振りで滑っていきたいよという方でも、カービングを覚える段階であれば、このぐらいのセッティングで留めてあげた方が無難かなと思いますね。前15とか後ろちょっとダックにしてあげるみたいな、そのぐらいの方がいいポジション、いい方向に動きやすいと思います。どれだけね、トーションの話とか板のこの角付けのテクニック的な話を取り入れたとしても、このね、いいポジションに乗れていい方向に動けないことにはその土俵に立てないんですよ。なのでそういうテクニックのね、動画ばっか見て情報を集めてても、それを再現するレベルに達していないという方が多いんじゃないかなと思います。多分ね、カービングのプロってみんな前振りにしてるから、カービングイコール前振りなんだみたいな認識の方いらっしゃると思うんですけども、多分カービングのプロも始めたばっかの頃にいきなりそんな前とかにも振ってないと思うんですよ。徐々にこう自分の滑りに合わせて前にどんどんなっていくみたいなのが、リアルなのかなと思います。はい。でも今の多分人たちって、SNS とかでね、めちゃめちゃ情報とかがあるんで、技術よりも先行して多分そういう情報ばっか集まってくると思うんですよ。なのでね、その技術がまだ追いついてないのにめちゃめちゃ前振りに振っちゃって、でそこにトーションがどうだとか角付けがどうだとか、そういうことばっかね考えていっちゃうんで、なかなかねうまくいかないんじゃないかなと思います。それでもね、どうしても前振りで始めたいよと、カービング初心者で苦戦してるけどどうしてもしっかり前に振って滑りたいよっていう方だったら、もう頑張れとしか言えないですね。理論じゃちょっとどうにもできないと思いますんで、もう頑張ってセンターポジション見つけて、それをね常にキープできるように感覚研ぎ澄ませておいて、垂直方向がどっちなのかっていうのももう何回もトライアンドエラーして、もう感覚で見つけていくしかないという感じですかね。ちょっと理論では厳しいかなと思います。練習量とかセンスでカバーしていくしかないのかなと思います。僕なら一旦ダック、完全ダックじゃないにしても、15とか18とかね前で、後ろはちょっとマイナス6とかそのぐらいの軽いダックにして、いいポジション、いい方向っていうのを体に落とし込んでから前振りにするかどうか検討していくかなと思います。もうちょっとこう視界をね前確保したいとか、腰の屈折使って早く切り返していきたいっていうことになってきたら、自分の技術が向上していくのに応じてちょっとずつ前に振っていくかなと思いますね。という感じですね。結構ね、この前振りなんですけどうまくいかないんですよみたいなコメントめちゃめちゃ来るので、そういう方はねそこをね見直していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。失礼します。